はい、始まりました。今日はリクエストの回になりますこれはお悩み相談お悩み相談ですね。どちらかというとリクエストはもうほぼなくなってましたんでもう完全なお悩み相談の回になるんですが、はい、必要なネズミというカードを EDH プレイヤーなら、聞いたことがあると思うんですが、はい、その必要なネズミっていうカードを一番いい形ってどんなんですかねお悩み相談どう思われますかっていうはい、まず30枚ぐらい買ってこいとこれをそうですね、一応能力の説明しましょうか。はい、伝説のクリーチャーじゃありません。はい、黒3マナの22のクリーチャーでして、こいつが戦場に出ている他の必要なネズミという名前のクリーチャー1体につき11修正を受ける。はい、で1つのデッキに何枚入れてもいい。なるほどというカードです。この必要なネズミを一番よく使える構成なんですかねっていうリクエストだったんですが、まずその方は骨かじりっていう伝統的なネズミですね。伝統的なネズミ、でやってまして、最近はカルモックスっていうやつと影の群れの背景っていうやつでやってるんですよっていう話をしてまして、これはあれですね、ネズミプレイヤーに向けて収録されてるカードたちですね、明らかに。そうですよねネズミ需要の伝説のクリーチャーが実はいるっていうね最近しかも追加されてってるっていう熱心なファンがねいらっしゃるみたいで、一応骨かじりから結構昔のクリーチャーなんですが、能力説明させていただきますと、5マナのクリーチャーでしてネズミならず者です、でスタッツは23で、ネズミクリーチャーはイフを持つ、イフは黒でもアーティファクトでもないクリーチャーによってはブロックされないで、タップしてネズミを1体生贄へ捧げると黒の11のネズミトークンを X 体生成する。 X はあなたが落とすネズミの数に等しい、だからネズミがどんどん増えてくる。ネズミ版クレンコみたいななるほどみたいな感じですね。なんで一応これなぜこいつがネズミ界では代表的だったかと言いますと、一応トゲ紙と杖というカードがあるんですけど、ますますクレンコみたいなトゲ紙の杖っていうカードと実は2枚コンボだということなんですよね。トゲ紙の杖っていうのは無色の2マナのアーティファクトにして、装備しているクリーチャーが2マナタップで1点のダメージを与える。そこはあまり重要じゃない。です。クリーチャーが1体死亡するたびこのクリーチャーをアンタップする、ということで、一応あとシャーマンクリーチャーが1体戦場に出るたびあなたはトゲ紙の杖をそれをつけてもいいと。でクリーチャーが1体死亡するたびそのクリーチャーをアンタップすることができるっていう能力が重要でして、骨かじりのネズミを1体生贄に捧げネズミのトークンを出すっていう能力が誘発したタイミングでタップのしてるので、それがアンタップすることによってこいつがアンタップできる。そうすると無限トークンになると、あと2体以上いれば。なんで一応2枚コンボなんですが速攻はついてないという、無限トークンのコンボになるからこいつがいいんじゃないかということで、昔はこいつをおそらくやられたんでしょう。新しく追加されましたネズミの2体の逃走者の話になるんですが、まずネズミの王カルモニクス3マナのクリーチャーでして毒性1を持ってます。あなたコントロールしていてこれでない全てのネズミは毒性1を持つ、でネズミのカルモニクスは戦場に出た時あなたはライブの上から5枚見てネズミカードを望む数手札に加えていい、なんでネズミを能動的に出していって毒で勝つという、これ毒プランですよねこいつは。そうですね、結構いい感じですよねこいつも。ただこいつの場合は軽いネズミの方が望ましいということになっちゃいますかね。なるほど、確かにそうですね。でもう1体のネズミになるんですが、影の群れの背景はジャンプスタートですね、4マナの34のネズミ邪術師でして言えてない。影の群れの背景は攻撃するかブロックするたび魂の呪文あなたはコントロールしていてこれでない全てのネズミは XX の修正を受ける。 X はあなたがコントロールしてネズミの数に等しい。
ということはネズミいっぱい出てればさらに攻撃上がってもうとりあえずパンチしろって書いてあるっていう、まあ、パンチしろって書いてあるんですね、で終了ステップの開始時に4枚とミルして墓地にあるネズミクリーチャーを2枚手札に戻すことができる。どっちかしつつ、はい、戦力を補充してると。なるほど。こいつもパンチするんで、うん、まあ、結構いい構成にはなりそうですよね、うん、はい、ただ両方とも黒単なんですよね。うん、で僕がその海外の情報を調べてきました結果、何がいいかっていうのがあったんですが、ゴルガリの使者のジャラドというのを逃走者にしたらどうかっていう人が言いました。はいはいはい。ただこいつはネズミじゃないという問題があるんですが、はい、でゴルガリなんで4マナ黒黒緑緑4マナで、22です。でこいつが墓地にあるクリーチャーカード1枚につき11を修正を受けますと。で3マナで他のクリーチャーを1体生贄に捧げると、各対戦相手はそれぞれ生贄に捧げられたクリーチャーのパワーに等しい点数のライフを失う。で沼1つと森1つを生贄に捧げる、両方生贄に捧げると墓地から手札にこいつを戻せるということで、横並びしてってパワーが上がるじゃないですか、必要なネズミの、はい、でそいつを殴りつつ飛ばせばフィニッシュできるという形でこいつがいいんじゃないかっておっしゃってる方がいました。でなぜこいつがいいかっていうの理由はもう一個ありまして、パワーがめちゃくちゃでかくなるじゃないですか。パワー3章緑なんでできるっていう形になるんですね、なんでネズミじゃないんですが緑をタッチしたらどうかっていう言ってる人がいらっしゃいました。まあ確かにそうだと思います。一応僕たちがオリジナルで考えた、もう海外で言ってる人はいなかったんですが逃走者いまして、それに青をタッチしたらどうだと、緑だけじゃなくて、で最近で大丈夫ですか？これは4つ前のエキスパンションですかねでも結構最近だと思うんですけどね木の光栄なしというカードになるんですが、まあタミオがお亡くなりになられて表示されてるっていう、なしがね表示してるという、ちょっと見えるというタミオが、はい、で、こいつはスルタイの3マナのクリーチャーでして34で威迫5法1、5法1偉いですよね1でもね1でも偉いんですよ。でこいつがコンバットするたび墓地にありネズミや伝説あるカードのうち最大1枚を対象とする。伝説でもよくてネズミでもいいと、それを追放してコピーしてそれを0ではなく普通に唱えていいということは、ちょっと唱えなきゃいけないんで大変なんですが、一応トークンとして出るという形になるんですが、こいつ何がいいかっていうとまずネズミなんですよはい、そうですね。スルタイのネズミはこいつしかいない。いないです。はい。ゴルガリのネズミいなかったんでネズミのファンに向けてこれ多分スライたんだと思うんですけど、そうですね。はい。で、スルタイにするメリットとしましては青なんで、打ち消しが入れられると。ただ構成上ちょっとネズミ多くなると思いますんで、そんな数は入れられないんですが、そんな数は入れられない。お守り程度に。お守り程度に一応入れられるってことで、こいつがワンチャンいいんじゃないかなという形になります。はい。だから僕たちはこのなしっていうのが一番いいんじゃないかなということにはおすすめとして言いたかったんですが、で一応入ってくるカードの説明といいますか紹介をしたいと思うんですけども、これからただ必要なネズミによってスロットが凄まじく圧迫されているので、入れられるカードの枚数には限りがあるんですね。だいぶ限りがあります、はい、という前提として、聞いてください、はい、でまず最初に説明したいカードがあるんですけども、折橋の石、これは有名、じゃ有名なんですが、そうですね、はい、いわゆる波及というカードなんですけど、はい、あなたがコントロールする呪文は波及4を持つ、ライブラリーの例えばその呪文を唱えたら、そのライブラリートップから4枚公開して、でその中にその呪文と同じ名前を持つ呪文が唱えられた場合はそれをマナホこそ支払うことなく唱えていいと、つまり、必要なネズミを唱えた時に4枚めくって必要なネズミが入ってたらそれを唱えていい、チェインするかもしれない。さすがにでもちょっと、あんまりおすすめではないかもしれないですよね、構成として。はい、ワンパターンなゲームにもなってる。結構ワンパターンですよ。一応これは入んないかもしれませんということで一応紹介させていただきます。黒タンでもしかしたら入るかもしれないカードの説明からしたいんですが、まず闇市の人脈、これは結構有名なカードなんですが、3マナのエンチャントで戦闘前メインフェーズの開始時に1個選ぶと。一つは宝物トークンを生成して一定のライブを失う。
カードを1枚引いて2点のライフを失う、大体このどっちかを選ぶのが普通なんですが、3つ目の選択肢というのがありまして、多層を持つ3-2のクリーチャートークンを1体生成して3点のライフを失う、これが実はネズミ不明じゃんっていうことで、付属デッキだと大体入ってくるんだよ。だからこれだからワンチャンあるんじゃないかということですよね。ちなみに1つ以上選ぶです。なるほど、3つ選んでもいいと。はい、ただね、ライフとんでもないライフがすごいことになるはい、逆に言うと1つ以上選ぶなんで、はい、1点は必ず受けますからこれ。なるほど、1点は必ず受ける、強制だと。そう重要ですよね、はい、それで死ぬ場合もあると。死ぬ場合あります。はい、であとはこのデッキラスは入ってこないと思うんですが、普通はね自分が並べるんで、まあちょっと重い呪文もあるんですが、ちょっと軽めで良さそうなカードが1枚ありまして、激しい恐怖というカードになるんですけども、はい、で4マナのソーサリーでクリーチャータイプ1つを選んで、ターン終了時までその選ばれたタイプでない全てのクリーチャーをマイナス3マイナス3修正。つまりネズミ以外が全部吹っ飛ぶ。は吹っ飛ばないですねまあでもなんか置物系のハンジとかは吹っ飛ばせることができるので、大体はしない。でかいのは残りますけどね、まあこっちもパワーでかいですから、いいんじゃないかなということで、このカード入ってくるかもしれません。はい、であとは総帥の召集というカードを紹介したいんですが、はい、5マナのソーサリーで各プレイヤーはそれぞれクリーチャータイプを1つまず選びます、タイプ参照です、でその各プレイヤーはそれぞれ自分の墓地からこれにより選ばれたいずれかのタイプを持つ全てのクリーチャーカードを戦場に戻すということで、はい、自分の墓地からもし仮にラスされちゃったとしても、ネズミ全部戻ってくると、はい、一撃で。そうですね、はい、ですがもう相手も部族デッキだった場合は相手も戻ってきちゃうし、相手も戻ってきちゃいますね。まあでもあんまりそういうことあんまりない。まあそれはご愛嬌とかでは大変だって、だって面白いっていうことになるんで、逆にいいんじゃないかっていう。ただ問題があるのは、相手の墓地の中から一番強いクリーチャーが出てきちゃうというのは確かにあると。でもまあこっちの得られるアドの方が大きいので、これは一応入るかもしれません。はい、あと部族ドローっていうのがありまして、大蛇の契約というカードになってくるんですが、3マナのソーサリーでして、プレイヤー1人対象としてクリーチャータイプを1つ選びます。でそのプレイヤーはそのカードを X 枚引き、X でライフを失うのタイプの数に等しい、なんで、まあ、めっちゃダメージ食らうかもしれませんが、タイプ参照でドローできるカードがありますと、黒に。これ逆に面白い効果でして、プレイヤー1人を対象とするじゃないですか。はい、相手がなんか5分人デッキとかでなるほどなるほど、60体出しますよね。はい、そしたら倒せるんですね。なるほどやばいですね。面白い効果ですね。でまあ黒で入るカードはそんな感じになってまして、他にも入るかもしれませんが、スロットがちょっときつかったんで、一応ゴルガリになった場合、緑のカードを紹介したいんですけど、圧倒的にパワー参照です。はい、パワー参照のカードを緑は入れた方がいいです。それはまあ言うまでもないので、例えばより良い品物みたいなカードになってくると思います。で青のカード、青のカードもこれまたいいカードありまして、タイプ参照です好きだなって言われる。遠くの戦慄っていうカードがこれ以前紹介したことあるんですが、4マナのソーサリーでして、クリーチャータイプを1つ選んでそのタイプの数だけドローできる、これ4マナのソーサリーなんで結構コスト低いんで、かなり噛み合いがいいですよね。そうですね。はい。でこれも紹介したことあるんですが、タイプ参照バウンス、やらいを上げようというカードなんですが、5マナのソーサリーでクリーチャータイプ1つ選んでそれ以外全部バウンス、なんでネズミ以外全部バウンスです。まあ、ネズミは場にはおらんやろうと。そうですね、いないですねでそんなカードが一応入ってきます、ということで、まあだいたい今言ったカードを入れて含めたらほぼ埋まっちゃうんですよね、スロットが。あとはサーチカードとか、そうですね、 UTT でのマナファクトとかになって、もうほぼ埋まっちゃいますんで、一番重要な必要なネズミの枚数なの話になってくるんですけども、いわゆる種族をもし出るとしたら25枚必要なわけじゃないですか。僕種族王の作ったデッキまして、感覚値で25枚だと
3体ぐらいしか出ないんですよ。うんそれだとさすがにうんちょっと無理じゃねっていう感じがするので、うん最低でも30枚うんは必要なんじゃないかなって感覚値では思います。で30枚以上あってももちろんいいので、うんその入れるカードを絞れるだけ絞って30枚以上うんがベストなんじゃないかなと思いました、僕は。うんはい。でそんな感じの構成になります。はい。で種族王一応出れますんで、はい種族王に出る場合はジャロドさんはお亡くなりになるわけですが、ジェラードさんはお亡くなりますね。はい、でまあ一応なしでは種族王出れますんで、はい。まあやってみてくださいという、そんな感じでリクエスト答えられてますかね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？もしそぐわなかったらごめんなさいということになりますんで、こんな感じで僕たちはリクエストにお答えしましたということになります。今回の動画は以上になります。おしまい。